こんにちは。フェティシズム研究家のひなこです。本日は緊急企画、中国の通販サイトタオバオで購入した全身タイツが5着、ついに届きました。本日はこちらの全身タイツのレビューをやっていきたいと思います。皆さん、タオバオは知ってますか？タオバオは中国のオンラインのモールで、Amazon みたいな感じなんですけれども、基本的に全部中国語で、日本人には注文はかなり難易度が高いサイトになっています。で、今回私は中国人のお友達にお願いして注文をしてもらいました。で、9月の27日に注文して、11月の1日に届いたので、5着注文して約1ヶ月で、届きました。かなり早い方なのではないかと思います。というのも、どうやら、ちゃんと手作りをしているらしいので、その辺のクオリティもちょっと気になりますよね。ということで、早速、確認していきたいと思います。では、まず、1着目。採寸するときはですね、全部で、何箇所だろう？かなりの量の全身細かく採寸して注文しました。身長、体重も伝えたし、頭のサイズも、指の長さも全部測りました。なので、全部同じサイズ S、M、L というわけではなくて、完全に全部オーダーメイドです。で、こちらはですね、銀色をチョイスしたんですが、かなり見た目サテンに近いツルツルですね。全身タイツタイプですね。で、頭の部分ですね。普通に何もないツルっとした感じ。ここに首に切り返しがついていて、頭は6つに割れてますね。手も、これは1枚縫いをオーダーしました。立体縫いというのもオーダーすることができます。私はなんかこれ立体よりも一面の方が気持ちいいんじゃないかなというふうに思って1枚縫いでオーダーしました。足なんですけれども、足もこれ切り返しがついてますね。足も5本指をチョイスしました。5本指か、5本指じゃないのかは選ぶことができます。背中のジッパーなんですけれども、ジッパーは頭の上から腰のあたりまでですかね。で、ファスナーがこちらの涙型タイプ。ファスナーも3種類の中から選ぶことができます。私は、あんまり触るときにファスナーが響くのがあんまり好きではないので、上げたり閉めたりしづらいんですけれども、なかなかちょっと目立たないようなファスナーが好きなので、こちらを選びました。はい。では次はこちら。こちら画面でわかりますでしょうか？三角の模様がいっぱいついてますが、水着の素材でできていて、撥水素材ですね。こちらもかなりツルツルですね。画面で見た方がちょっとブルーっぽく見えるが、紺色ですね。競泳水着みたいな、色をしています。こちらは水着素材で、もちろん全身タイツタイプですね。頭をつけないキャットスーツタイプも注文することができます。で、手袋は、こちらも1枚縫いタイプ。マスクの部分ちょっと面白いことしてみようかなと思って、口だけ開きタイプにしてみました。それ以外は、同じかな。あとは、お股にファスナーをつけてみました。お股部分。で、靴下も5本指です。撥水っていうことなのでね、どんな感じになるのか楽しみです。こちらも、じゃあ早速着てみます。では、次は赤色です。赤色の全身タイツね、まだ持ってなかったので、いいなと思って買ったんですけれども、これもかなり生地が密で細かくて気持ちがいいですね。こっちも1枚縫いで、私がちょっと本気で欲しいなと思ったので、すごくシンプルに、特に何の変哲もない感じで、オーダーしました。普通の全身タイツです。こちらも後で着てみます。はい、白。
これは結構薄いですね。透けますね、これは。ちょっと YouTube 的にどうなのかなというところがあるので、もしかしたらこれは放送できないかもわからない。こちらもごく普通のデザインでオーダーしました。かなりスケスケになりそうな予感がします。これも着てみます。はい。最後は、こちらのカラフルなピンクですね。色的にはオレンジレッドっていうみたいですね。これはちょっと面白い柄だったので、冒険していろんなオプションをつけてみました。ジムにいるお姉さんのレギンスみたいな柄。他のは全部指のところ1枚折りにしたんですけれども、今回はこちらが立体折りで立体縫いですね。わかりますか？ 3 個に指が切り返しで立体的に縫われています。で、今回こちらさらに顔もつけてみたんですけれども、これ見てください。目とか口が開いてるのはたまにあるのでわかるんですけれども、口の中も全身タイツがついているという、ね、すごいですよね、これ。でこの部分の色も選べます。で、お股にもファスナーをつけてみたし、足ももちろん5本指です。頭は六角形に分かれてますね。頭の部分の縫い方も何種類かの中から選ぶことができます。私は割と顔の中心に縫い目があるのがあんまり好きではないので、今回全部頭の部分が六角形になってるやつにしました。ただ、そこは賛否両論あるというか、ここに真ん中にあるのが嫌じゃなければ、その方が縫い目が少ないので、ツルツルが多いといえば多いし、まあ、六角形にすると縫い目が増えちゃうけど、この辺自分の感じる内側の部分ですね。は何も違和感がなくなるというか、まあ好き嫌いあると思います。あとファスナーの部分も多分好き嫌いがありますよね。これ丸いタイプはそこに影をつけて遊んだりすることもできるし、もうちょっと大きいタイプだと一人で着る方は多分掴みやすいとかあると思うので、まあ何着かでね、自分が好きなものを見つけるのはいいかもしれないですね。とりあえずこれも着てみます。はい、着れました。見てください、この輝きを。超ツルツル。わかります？このツルツル加減。しかもやっぱオーダーしてるからもう超ぴったり。素材的にはツルツルフェチの方だったら多分わかるんですけど、レオヘックス？私なんか呼び方間違ってたらすみません。レオヘックスさんの全身タイツじゃないや、レオヘックスさんのスーツと同じ素材ですね。まさに私がこれ欲しかったやつ。多分みんなも欲しかったやつ。すっごい超ツルツルだし、輝きがマジでやばい。やばいです。ちょっと頭まで被ってみようかな。まあ、こんな感じですね。ちょっと今日一人なんでね、ファスナーも閉めちゃって、撮影するのがちょっと大変なので、今日はこれぐらいなんですけど、手がこんな感じ。で、足が、ちょっと私、足の指が短いかな？短いので、ちょっと親指以外が結構余ってますね。かなりツルツル。超大満足。わーい。では、次の全身タイツ紹介します。はい、着てみました。こっちも同じく超ぴったりです。じゃん。撥水加工。でお股のファスナーもすごいちょうどいいところについてますね。で顔の部分なんですけども、こんな感じですね。ちょっと全部はちょっと締められないんだけど、こんな感じ。うわ。口の位置も完璧ですね。撥水がどんな感じか見てみましょう。水を垂らしてみましょう。おー、すごーい。水が入ってこない。これでお風呂入ったりとか、ローションまみれになったらどうなっちゃうんだろう。それは今度ね、動画そういうのを撮影してみようかな。はい。では次の全身タイツを紹介します。
次は赤色を着てみました。赤色もかなりぴったり。さっきのシルバーよりは光沢は少ないんですけれども、触り心地はだいぶいいですね。ザラザラ感とかは全くないです。折り目が細かい感じですね。でもぴったり。顔をやると、まあこんな感じです。よいしょ。もう何の問題もないですね。はい。じゃあ次の紹介します。はい。次、問題の白ですが、ちょっと透けすぎて、ギリギリですね。めちゃめちゃ透けます。特に私、全身、入れ墨が入ってるので、入れ墨はもう完全にもうすっけすけですね。すけすけ。素材的にはかなりサラサラで気持ちがいいです。なので、透けるのが好きな人にはいいかも。スケスケで。では最後の一つ、いってみましょう。はい、最後の1枚を着てみました。これはいろんなオプションをつけてみたんですけど、まず、手の縫い方を1枚縫いではなくて、立体縫いですね。ちょっと同じ色なので分かりづらいんですけど、手の甲、手のひらの間にもう1層あって、3層構造になっています。他のやつ全部1枚縫いでオーダーしたんですけれども、この3つに分かれてるタイプも結構いいかも。こっちにすればよかったかも。大きくは変わらないですけど、これはこれでいいですね。で、あとファスナーを股につけて、足の指も5本指で、一番ポイントはここですよね。顔の部分、このベロのところ。じゃあちょっと被ってみましょう。たらこ唇みたい。ファスナーも閉めれるかな。口出ちゃった。あ、そうそう。あとこれ、ファスナーのところに髪の毛が噛まないように、もう一枚布を噛ませるオプションもつけたんですよね。でもあんまり関係ないからめっちゃ噛んでるから。ちょっと、ファスナーは止めきれないので、こんな感じで。で、これを口の中に入れるんだよね、きっと。変な感じします。これびしょびしょになっちゃうじゃんね。ベローン。これ中に入ってて喋れないので、見た目なんかちょっとバカっぽくて可愛いかも。はい。というわけで、これで全部5種類を、5種類を着てみたレビューなんですけど、ちょっとこのまま喋るのどうなの？しょうがないよね。中に入れようかな。5枚を着てみた結果、どれが一番良かったかと言われると、やっぱり1枚目のシルバーのタイプですかね。サテンに近い素材で、かなり光沢もあって、かなりツルツルで、一番良かったですね。まあ、リピートしたいです。もう、あと、何着も色違いで欲しい。あと、サイズ感も完璧だし、今回頼んだこのオプションもなかなか可愛いですしね。足の5本指の指だけちょっと長かったのはありますけど、まあ、着ててそこまで気にならないので、でもぴったりだし、超完璧ですね。で、問題の合計金額なんですが、全身タイツを買ったことがある人ならわかると思うんですけれども、Amazon とかで売っているオーダーメイドではない量産型の全身タイツだったらまあ数千円で買えますよね。ただ、全身オーダーとなると、まあ、3万円から、まあ、5万円ぐらいが主流です。1着。ですが、なんと、今回5着注文して合計金額が日本円にして4万100円でした。驚愕の安さ。超びっくり。本当に安くて、すごいですよね。もう本当にびっくりしてます。
はい、こんな顔で言ってもあんまり説得力がないかもしれないけれど、ね、ほんと、すごーい。今回ね、タオバオでの注文は結構難しいんですけれども、私がどういうのを注文したのかっていうのを、画面に出てたと思うので、そういうのを若干参考にしながらやっていただけたらと思います。というわけで、タオバオの全身タイツレビューでした。ありがとうございます。